皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画はこちらのマリメッコのポーチになります。こちらのポーチは外布が帆布になっていて、内布がシーチングになります。今回はこの内布にしているマリメッコのラシーマットを主役にして材料の方を決めてみました。で、どのぐらい入るのかというとですね、だいたいちっちゃいリップとか、あとはよく皆さん持ち歩くと思うイヤホンもしっかり入ります。私は目薬欠かせないんですけど、目薬を入れて、これでちょうどのポーチになっていきます。そして以前紹介したこちらのポーチですね、端切れで作るポーチを紹介させていただきました。これもね、同じ7センチのカーブを使ってるんですけれども、だいぶね、雰囲気変わりますよね。それでは早速始めていきましょう。こちらのチャンネルは初心者様でも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。よかったらチャンネル登録をしていただいて、新着動画の方もチェックしてみてください。それからこちらの方はですね、メンバー様限定でキットの方も販売する予定がございます。メンバーシップに関することは概要欄に記載がございますので、そちらの方もチェックしてみてください。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが外布になります。縦の長さが22センチ、幅は12センチになります。こちらは内布になります。縦の長さは 21.5 センチ、幅は同じ12センチになります。そして細かいパーツは12センチのファスナー、金属タイプのものを今回使用します。そしてお好みで脇タブ、そしてキーリング、こちらは内側で使用するタグになります。キーリングは 25mm タイプを使用します。こちらはマリメッコから出ているラシーマットというデザインのシーチング生地になります。接着芯などは貼らずに用意しています。そして内布に使っているのは11号の帆布になります。張りのあるものを使用しています。サイズは重ねた時に内布が 5mm ほど外布より短い状態になっています。こちらの方はですね、内側にした時にたわまないようにサイズの方を調整しています。今回使用するパーツの場所はこちらが脇タブ、そして12センチのファスナー。開けると内側にタグがついているデザインになります。まず2つ折りにしましょう。こんな感じで2つ折りにして下を輪にしていきます。こちらもですね、こんな感じで中表にしていきます。中表っていうのは表面を内側にする作業のことです。そうしたらここの部分にカーブを描いていきます。今回もこちらの定規を使用していきます。ミラクルハンドメイド定規ブックの付録定規になっています。この7センチのカーブを使用します。はい、角のところしっかり揃えたら、ここを生地が動かないように待ち針で留めたら、ハサミで線のところをカットしていきます。そうしたら同じようにしてこちらの帆布の方も作業していきます。そしたらこのファスナーとこの本体に合い印をつけていきます。合い印の位置はこれもね、ミラクルハンドメイド定規のカード定規になっています。これもね、すごく便利なのでおすすめです。この4って書いてあるところに合わせて印をつけておきましょう。くぼみのところに線を入れておきます。はい、こんな感じで4センチのところに印が書けたところです。そうしたらファスナーも同じように印をつけていきます。この山になっているところから4センチのところに印をつけます。反対側にも線を引いておきます。そしたら印をつけたところに 5mm の切り込みを入れていきます。そしたら内側につけるこちらのタグを縫い付けていきます。
その時に気をつけていただきたいのが、まず出来上がりをイメージしていただきたいです。こんな感じで合わせて、こうやって仕上がっていって、ファスナーがこう開きますので、タグをつける位置はご自身が見える場所、このようにした方が開けた時に見えるようになります。なのでこの位置で調整をしてみてください。こちらのタグはこのまま切りっぱなしになってますけれども、ほつれたりしないのでこのまま縫うことができるんですけれども、少しね小さくしようかなと思います。端からは3センチ、上からはだいたい 3.5 センチぐらいを目安にしてみましょう。そしたらここ周囲をぐるっと縫っていきます。今回使用するミシンは重機家庭用ミシン EX7。 縫い目の長さは通常の 2.4 もしくは 2.6。 ミシンの針は11番もしくは14番をご用意ください。今回周囲ぐるっと縫っていきます。角まで来たら押さえを上げて布を回転させます。はい、そうしたらですね、最初のこの糸を裏側から引っ張り出すようにします。そしたらまた押さえを下げて縫っていきます。そうしたら最初の縫い始めのところを3目ほど重ねていきます。3目ほどですね。で3目下がります。そうすると最初の糸が出てこなくて綺麗に仕上がってきます。それではファスナーをつけていきます。最初につけた合い印の方がしっかりとついているかもう一度確認しておいてください。でファスナーをつけるときはですね、今回縫い代が浅いのでクリップなどを使用されてもいいかと思います。そしたらまずファスナーをだいたい半分ぐらいにちょっと折って折り目だけ少しつけておきましょう。こんな感じで折り目がついたところで、折り目からファスナーエンドに向かって切り込みを7ミリ間隔で入れておきます。ファスナーエンドまで切り込みを入れましょう。そしたら反対側も同じようにして、そうしたらファスナーを半分ぐらいまで開けておきます。開けた状態で最初につけたこの合い印ですね、合い印とこの状態からこう中表ファスナーがね裏面見えてる状態で合わせていきます。まずはここだけしっかり待ち針で留めておきましょう。動かないようにしておきます。あとはクリップなどで留めてみてください。そうするとね、切り込みによってこうやってファスナーが開いていくんですね。こうやって開きながら揃えていきます。でこのファスナーエンドのところは2つに折りましょう。こんな感じで折っておきましょう。そしたらファスナーの縫い始めのところはまず2つ折りにしましょう。そうするとこのぐらいね縫い代分ができてきます。しっかりと2つ折りにして、もう一度ここの端のところに揃えてこう合わせてみましょう。こんな感じで。そしてクリップでしっかりと留めておきます。今回はこんな感じで仕上げていきたいと思います。家庭用ミシンの場合はこちらのファスナー押さえですね、肩押さえに変えていきます。縫う時はこんな風にして縫いますので、針は左側にしてセットしてください。そしたら最初のクリップを外しながら、目打ちがある場合はね、目打ちでゆっくりと内側に入れて、最初にミシンの針で待ち針の代わりになるようにちょっと刺しておきましょう。進みにくい場合はこの辺りですね、この辺りを目打ちなどでしっかりとちょっと押しながら前に進めてみてください。で返し縫いはせずにそのまままっすぐ縫っていきます。カーブのところもゆっくり縫っていきましょう。布の端をしっかり揃えていきますよ。
ことで、このアジャスターを元の位置に戻していきます。押さえを上げて、針がね刺さっている状態で押さえ上げてくださいね。でしっかりと閉じたらもう一度押さえを下げます。ちょっとね見えにくくなりますのでクリップ外しちゃいます。そしたら目打ちとかでこの布端にファスナーを揃えて縫っていきます。ここがねずれやすくなりますので、目打ちなどでねしっかりと押さえておきましょう。で返し縫いをします。ちょうど縫い目のところまで切り込みを入れておきましょう。最初の切り込みに合わせて切り込みを入れます。そうしたら内布を重ねましょう。内布を重ねたら、この時ねファスナーのアジャスターはここに来てるといいですよ。重ねてまたね同じように合い印で合わせていきます。この合い印非常に重要です。こんな感じで裏面になってるのを確認してくださいね。そうしたらクリップで留めていきましょう。そしたら 7mm のところにマスキングテープを貼りましょう。こちらをガイドにして縫っていきます。ではファスナーエンドの方から縫っていきます。はい、そしたらアジャスターが見えてきました。このアジャスターがちょっと邪魔になってきますので、一度押さえを上げてアジャスターをずらしていきます。で押さえを下げます。必ず自分の手前が平らになるようにして縫っていきましょう。でここの部分ですね、ちょうど段になると思います。ここ返し縫いしっかり入れておきます。で最後縫い終わりも返し縫いをします。はい、こんな感じで縫い終えたところになります。そうしたら一回表にする前にですね、このカーブのところですね、ファスナーに切り込みを入れたと思います。ここと同じ場所に切り込みを深く入れていきます。同じ場所からもう一度切り込みを入れて、半分にも切り込みを入れておきます。ちょうどね合い印の1センチ手前ぐらいまで切り込みが入ったところです。こうすることでファスナーと布と3枚とも全部切り込みが入っています。そしたら表にしていきます。でこの表にした後にいつもはコロコロオープナーを使うんですけれども、今回は面積が狭いのでこういうねヘラを使ってみます。これねダイソーで見つけたんですけど使いやすいのでおすすめです。こんな感じにしてこの縫い代をねこんな感じでしっかりと倒していきましょう。裏側も同じようにして倒しましょう。そうしたらこことねここ 7mm 開けて際を縫っていきます。今度は針を右側にします。縫い代の膨らみがないところから縫い始めていきます。そしたらまず3目前に進めます。3目下がります。はい、そしたらゆっくり縫っていきましょう。縦読みミシンはこの押さえの端とここのねこの際のところを揃えて縫うと綺麗に縫えてきます。そしたらアジャスターを動かします。ちょっとねカーブのところ縫いにくくなりますけれどもゆっくり縫っていきましょう。最後は返し縫いをします。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。そうしたら反対側も同じようにして縫っていきます。合い印にまず合わせましょう。こんな風にして留めておきましょう。
そうしたら端から 5mm を縫います。5mm の目安がわからない場合はですね、ファスナーの折り込みのところ、ここの最初の折りの線を目安にしてみましょう。この部分ですね。ここを縫うようにします。ちょんちょんと印をつけておくといいですよ。そうしたらファスナーの押さえをもう一度外して針を左側にしておきます。押さえを上げてアジャスターを開きましょう。ちょうど縫い目のところまで切り込みを入れておきましょう。最初の切り込みに合わせて切り込みを入れます。こんな感じで切り込みを入れておきます。そうしたら内布を重ねましょう。同じようにして合い印に合わせます。表面を見ながら 7mm を縫っていきます。こちらのカード定規を使って 7mm の合い印を簡単につけていく方法を紹介します。このくぼみを利用していきます。ここがね、ちょうどピンクに透かしが入っているところが 7mm の深さになっています。これを利用して布の端をここに合わせていきます。くぼみの線を引いていくとちょうど 7mm のところになります。縫いながら 7mm を探すよりはこのね、生地に書いてある方がやりやすかったりしますので、こんな風にして合わせてみてください。はい、縫い終えたところになります。そしたら先ほどと同じように切り込みを深く入れていきます。今度は3枚同時に切り込みを入れましょう。切り込みの深さは結構ね、この縫い目に近いところまで切り込みを入れておきます。そしたら最初と同じようにこの縫い代をしっかり倒していきます。コロコロオープナーでももちろん大丈夫ですよ。ちょっとね、小物になって小さくなるとね、やりにくくなりますので、やりやすい方で進めてみてください。はい、そうしたら先ほどと同じようにこの端 7mm と 7mm を残して際を縫います。今度縫う時の際はここからではなく、ちょっと縫いにくいんですけれども、ファスナーエンドの方から縫っていきます。針を右側に変えておきましょう。そしたらアジャスターをしっかり指で押さえて際を縫っていきます。そしたらこちらのタブをつけていきます。キーリングを通して1枚だけ拾ってちょうどね、縫い代がずれるところにこんな風にして合わせてみましょう。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。端からね 5mm と言いたいところなんですが、ちょっとこれはねキーリングがついてるので端から 2,3mm ぐらいのところで縫い付いてます。はい、そしたら裏にします。まずファスナーを半分ぐらいまで閉じておきましょう。裏にしていきます。はい、こんな感じにしてこの後ね両脇縫って仕上げていきます。そうしたらこのファスナーの開き口のところ、縫い代を交互に倒しましょう。ここねしっかりと平らにして、縫い代ね小さいんですけれどもちょっと頑張っていただいて、ここを交互に倒します。そうするとここね綺麗に整ってきますよ。ここしっかりと揃えましょう。ここもキーリングありますのでね、気をつけるように
クリップを留めておきましょう。反対側はこんな感じで開いて、この縫い代の位置ですね、ぴったり揃えておきます。ちょっとここやりにくいんですけれども込み入ってますので、これでクリップ留めておきましょう。まずこの上のところから下に向かって1本縫います。そしたらこの部分返し口になりますので、返し口はだいたい5センチほど残しておきましょう。縫わないというふうにしておきます。そしたら両脇を7ミリで縫っていきます。ではあともう少し頑張りましょう。そしたらファスナー押さえの状態で脇を縫っていきます。針は左側の状態にしておきましょう。でまずはこの縫い合わせのところですね、ここの部分が一番ずれやすいので最初に縫っていきます。まずは返し縫いをせずにまっすぐ縫いましょう。はい、次にキーリングがありますので、キーリング踏まないように気をつけながら縫いましょう。では最後返し縫いをします。そうしたら今度はこの返し口の線のところから縫い始めのところまで縫っていきます。じゃあここで縫い目を重ねましょう。最初の縫い目に重ねていきます。縫い代が終わるところまで縫っていきましょう。はい、そしたら返し縫い少ししておきます。反対側は底側から縫いましょう。縫いやすくなります。ちょうどね境目のところまで来たら返し縫いしましょう。はい、これで縫い終えたところになります。ちょっとこちらの方の縫い方がですね、ちょっと画角が悪くて分かりにくかったと思うんですけれども、底側から上に向かって縫って、この生地を避けながら縫って仕上げていくような方法になります。こちらもですね、こっちを避けてここで縫い終わるというような感じになります。そうするとですね、ここがね綺麗に仕上がってきます。はい、そしたら返し口から表に返していきましょう。表に返す前にこの縫い合わせの部分揃ってるかなって確認して、あと余分な糸をカットしておきましょう。はい、で内側からファスナーを開けて、そしてこの角のところですね、ここをしっかりと折りたたんで内側に入れておきます。この状態からやっておくと表にした時にとっても綺麗に仕上がりますよ。反対側も同じようにして折って内側に入れます。そしたらニュッと出していきましょう。はい、可愛く仕上がってきました。この脇のところはこんな感じの仕上がりになっています。そしてこの縫い代のところね、ここゴワゴワしてますので、ここの部分ね、縫い代しっかり開いてパタンと下ろしておきます。このね、前回もこういうペンチ紹介したんですけれども、ここしっかりとギュギュギュッと押さえておきましょう。そしたら返し口を閉じます。今回返し口はですね、半布で作ってますのでミシンで仕上げていきます。際を縫いましょう。はい、ではこんな感じで際を縫って内側に入れていきます。は
はい、これで完成になります。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回はカーブのあるポーチを紹介させていただきました。今回ね、内側を帆布で仕上げていますので、このね、返し口のところ手縫いじゃなくね、際を縫ってます。なのでちょっとね、ゴワゴワした感じにはなりますけれども、使ってればあんまり気にならなくなるんじゃないかなっていうふうに思っております。この表にタグを貼ることをやめてみたんですね。その代わりに脇にこのね、ピスネームを使っています。生地に合わせたデザインになっております。で、内側はこんな感じ。もしね、無地の生地でやる場合はここにタグをつけたりしてアレンジを楽しんでみてください。よかったらこちらの方も、動画の方をご覧いただきながら作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。